どうも皆さんこんにちは、原寛太です。2003年に始まったイラク戦争について皆さんはどれくらいご存知でしょうか。当時アメリカのブッシュ政権はイラクのサダム・フセイン政権が大量破壊兵器を保有していると主張し、イギリスなどと共にイラクへの軍事攻撃に踏み切りました。しかし戦争後、イラクで大量破壊兵器は見つかりませんでした。それでも戦争によってサダム政権は倒れ、アメリカ軍による占領が始まり、イラク社会は大きく揺らいでいきます。前回の動画ではこのイラク戦争とアメリカによる占領政策の失敗が後に過激派組織イスラム国が台頭する土壌を作ったことを解説しました。今回の動画では少し違う角度からイラク戦争を見ていきます。それはアメリカ軍の軍事作戦やそこで使われた兵器が戦争が終わった後のイラク社会に何を残したのかという問題です。特に今回取り上げたいのがイラク西部の町ファルージャです。ファルージャはイラク戦争後、アメリカ軍と武装勢力の戦闘が特に激しかった場所の一つです。2004年にはアメリカ軍による大規模な軍事作戦が行われ、多くの犠牲者を出しました。私は2025年5月、このファルージャを実際に取材しました。現地では2004年の戦闘で亡くなった人々が眠る集団墓地や子供たちの健康への影響を調べてきた病院関係者を取材しました。このファルージャでは戦争後に先天的な疾患を持つ子供が増えたのではないか、米軍が使った兵器や環境汚染が関係しているのではないかという懸念が現地の医師や支援者たちによって長く語られてきました。もちろんこの兵器が使われたからこの病気が増えたと簡単に因果関係を言い切ることはできません。そうした関係を明らかにするには長期的な調査や慎重な科学的検証が必要です。しかし現地で子供たちの状態を見続け、データを集め、声を上げてきた医師や支援者がいることは事実です。皆さんはベトナム戦争で使われた枯葉剤の問題を聞いたことがあるでしょうか。ベトナム戦争では敵が隠れる森林をなくすことや食料の供給を断つことなどを目的に、アメリカ軍が森林を枯らすために大量の枯葉剤を散布しました。しかし枯葉剤の問題は戦争が終わった後も長く残りました。健康被害や環境汚染、そして次の世代への影響が指摘され、ベトナムだけでなくアメリカの退役軍人の間でも重要な問題として扱われてきました。もちろんベトナム戦争とイラク戦争を単純に同じものとして扱うことはできません。使われた兵器も戦争の性質も歴史的な背景も違います。しかし共通しているのは、戦争で使われた兵器や軍事作戦の影響は戦闘が終わった後も現地の社会に長く残ることがあるという点です。今回の動画ではイラク戦争が現地に残した戦争の後遺症について、私が2025年5月にイラクで撮影した映像や現地で20年以上支援活動を続けている高藤直子さんの証言を交えながら考えていきます。アメリカが始めた戦争はイラクの子供たちに何を残したのか、できるだけ分かりやすく解説します。ぜひ最後までご覧ください。今回特に目を向けたいのはイラク西部の町ファルージャです。ファルージャはイラク戦争後、アメリカ軍と武装勢力の戦闘が特に激しかった場所の一つです。2004年にはアメリカ軍による大規模な軍事作戦も行われました。ファルージャは米軍によって包囲され、激しい攻撃を受けました。その戦闘では多くの民間人も犠牲になっています。私は今回の取材でファルージャにある集団墓地を訪れました。2004年の戦闘で何が起き、その後亡くなった人々がどのように埋葬されたのか、現地で取材した映像をご覧ください。この辺に小さいお墓が集まってますけれども、この辺りはどうやら全部子供のお墓みたいですね。ファルージャの戦いの時に巻き込まれて亡くなった子供のお墓がたくさん集中しています。ここの集団墓地はファルージャの戦いという、戦闘で亡くなった方々の集団墓地っていうふうに聞きましたけれども、ファルージャの戦いっていうのはどういった戦いだったんですか。2004年の4月と11月、4月が1回目、2回目が11月、米軍がファルージャを完全に包囲したオールアタック総攻撃っていうのが行われたんですね。これはそのメディアの中ではイラク戦争と同じですね。期間としては4月から5月1日まで、それから11月から12月までっていう風になっていて、その2ヶ月間
約2ヶ月間を町を包囲して攻撃したっていうのが1回目2回目なんですね。だけれどもこの、例えばその4月5月が包囲されていた、包囲が解かれた後もバトル、イスラム武装勢力とか、それからレジスタンスですね、地元のレジスタンスとの戦闘っていうのはずっと続いてるわけなんですね。で今見てきた通り2004年だけでも、例えばここなんかもう10月に亡くなった方々がわーってこういたりするんですよね。で向こうの方にも2004年の10月にバーって亡くなってる方々のお名前がありました。ということはその総攻撃というふうに認識されている以外のところでもたくさんの人たちが殉教している、亡くなっているっていうことだと思います。それからここら辺も実は無名の墓地なんですね。見てわかる通りものすごくこう小さいです。でこれはもう子供たちだけど身元がわからないまま埋葬されている。例えばあそこにブロックにちょっと白いので書いてあるあれなんかは485って左上に番号が振られていて、でそこ下にはお骨だけって書いてあるんですね。でそれお子さん子供っていう、そういう感じの墓地です。身元がわからない遺体が多いってことは、それだけこう損壊が激しかったってことですかね。そういうことですね。で、焦げていたりとか、さっき言ってた墓地でもう合わせるとものすごい面積なんですけど、最初の頃はあっちの墓地に埋葬されていた総攻撃の殉教者の人たちもいますけれども、もうすぐにいっぱいになってしまって、ここはもともとサッカースタジアム、ここを拡大して墓地にしたっていうところ。ファルージャの中心地から15分ほど車で移動してきた場所にやってきました。ここもね、集団墓地ですね。ものすごい数のお墓があります。本当にいろんな場所に集団墓地があって、戦争で亡くなった方の数の多さがこういった集団墓地の多さから分かります。イラク戦争の時代、そしてその後の米軍占領の時代、何があったのか詳しく話を聞いてみようと思います。この辺りにある小さいブロックもですね、アラビア語で番号だけが書いてあるんですけれども、身元不明のご遺体がこの下に眠っているみたいです。イスラム教はね、土葬なので土の下に埋めますけれども、当時ですね、アメリカ軍の攻撃、特殊な武器が使われたか何かで、もう遺体の損壊があまりにも激しいと。でそういう遺体の損壊があまりにも激しいご遺体はですね、身元が結果的に分からなかったので、番号しかお墓には書かれず、その人の名前も書かれていないという、この辺りも番号しかないお墓が続いていますね。本当にブロック1個しか置いていないです。土が盛り上がっている部分があるので、この下にはご遺体が眠っているんだと思います。ファルージャの集団墓地は2004年の戦闘でいかに多くの人々が犠牲になったのかを知る場所でもありました。ただファルージャで語られてきた戦争後の問題は墓地だけではありません。もう一つ避けて通れない場所があります。それがファルージャ総合病院です。ここで高藤さんは2013年、イラク戦争から約10年が経った頃に赤ちゃんの1000点以上の調査に関わっていました。1000点以上とは生まれた時から体の一部に重い病気や欠損がある状態のことです。ファルージャでは戦争後に先天的な疾患を持つ子供が増えたのではないか、米軍が使った兵器や環境汚染が関係しているのではないか、そうした懸念が現地の医師や支援者たちによって長く語られてきました。ここで先に確認しておきたいのは、この動画は医学的な因果関係を短絡的に断定する動画ではありません。この兵器が使われたからこの病気が増えたと私が簡単に断定することはできません。そうした因果関係を証明するには長期的な調査や慎重な科学的検証が必要です。しかし現地で実際に子どもたちの状態を見続け、データを集め、声を上げてきた医師や支援者がいること、そして戦争で使われた兵器や環境汚染への不安を抱えながら子供を育てている家族がいること、これは見過ごしてはいけない現実です。ファルージャ総合病院の前で高藤さんが当時の調査について説明してくれた場面があります。ここも大きい病院ですけれども、ここの病院とはどういう関係なんですか？ここは新しくできたファルージャ総合病院で、全ての科があります。でここの病院は私が2013年、イラク戦争から10年経った頃にこの病院に住み込みをして赤ちゃんの調査、赤ちゃんの1000点以上の調査をここに住み込んでやってました。その病院です。1000点以上ってのはどういうことですか？米軍が使用した兵器がいろいろトキシックなものが含まれてますよね。代表的なのが劣化ウラン、それからいろいろ、この長年の中で私も調査とかに協力させてもらったりとかしたんですけど、土壌サンプルを見るとトキシックなもの、健康被害のあるもの、メタル系のもの、重金属、
そういったものがすごくたくさんその土壌に汚染したんです。アンバールには米軍基地もたくさんあったので、米軍基地の周りにはそういったもうタイヤから何から食料から何から全てのゴミを一気に燃やすバーンピットっていうのがあって、そこの周りもものすごい非常に重金属とかのなんていうんですかね、いろんなものがトキシックなあれがあったんですけど、そういった複合的な要因、劣化ウラン弾、それからサーモバリック爆弾ですね、いろんな爆弾が要因と言われている先天性欠損症、無脳症の多発、水頭症、小頭症、それから魚鱗症、それから口唇口外裂、それから指が多いとかないとか、それから鎖孔ですね、肛門がない、もうありとあらゆる欠損症が、しかもその複合的に起きている赤ちゃんがたくさん生まれて、その顔面裂とかでもそういうなんか複合的なその欠損症を持った赤ちゃんとかがこの病院でその臨床医たちがたくさん生まれているっていうことで、1ヶ月間とかの単位住み込みをして毎朝分娩室に行って赤ちゃんを、見させていただいて、でそれから NICU で NICU にはもうたくさんそういう赤ちゃんがいて、で本当にいる間に数時間で亡くなる赤ちゃんとかもたくさんいたり、脳瘤の子供とか、それからもういろんな先天性欠損症、それからもう心臓疾患ですね、先天性心疾患も非常に深刻な心疾患を持った子供たちにすっごいたくさん生まれて、それをいろいろここでアメリカの医療チームが来たりとか、それから日本の先生にもドクターにも形成外科医の先生に来てもらって、口唇口外裂のオペをここでやったりもしました。米軍が使った兵器と1000点以上の子供たちが生まれているってところで、因果関係とかっていうのは証明されたんですか？でそれはもう本当長年、その91年の頃から言われていて、長期にわたるその疫学調査がないとそれは証明できない、それはそうなんですけれど、ただそれを調査しようとすると、例えばその調査ある程度調査が終わりましたってなると、それが出版差し止めなくなったり、論文を出した人がそれを削除してしまってとか、さまざまなことがありました。どこから圧力がかかってなんでしょうね、ここであんまり言えないことも含めていろいろあり、なかなかそれを認められない。ただ米軍の中のその研究所の中では、ネズミを使った実験とかで劣化ウラン弾が遺伝子を傷つけるっていうのはもう毎回実験でそれはもう出ていて、それはもう米軍の中でもそれはもう知られてることなんですよね。それが人間には発症しないとは言えないじゃないですか。大いに可能性は考えられますよね。全然ある。やっぱりその1000点以上が増えたっていうのも、やっぱりこのイラク戦争後とかに一気に数が増えた。91年の時にはイラク南部のバスラの方に劣化ウラン弾が結構多かったので、バスラの病院からその話が始まりました。だいたい94年ぐらいから死亡率、それが小児がん白血病でものすごい91年以降に増えてる。でそれをバスラのお医者さんが気づいて、これはなんでだろうっていうことになって、で劣化ウラン弾っていうところに着目される。ここはサーモバリック爆弾が初めて米軍がロケットランチャーで発射できるようになっちゃった。もともとサーモバリック爆弾って戦闘機でしか撃てなかったんですよね、アフガニスタンとかやってる時は。だけどこのファルージャの総攻撃の時からこのロケットで肩で撃てるようになる。それを米兵たちの聞き取りの話によると、いや俺たちは市街地でサーモバリック爆弾をやたらに撃ち込んでいた。そのサーモバリック爆弾というのが非常に怪しいんですよね。サーモバリック爆弾ってものすごい勢いのある爆弾なので、ご遺体もすごい変なご遺体になるんですよ。それはイスラエルが使っているバキューム爆弾のご遺体とそっくりだっていう。これは私レバノンのイスラエルに攻撃された時に同じように見たこともないご遺体があるっていうのを記事があって、でそのドクターに取材に行ったんですよ、レバノンまで。ファルージャのご遺体と見せたら、同じだって言う。だからおそらくイスラエル軍が言っているバキューム爆弾と米軍が言ってるサーモバリック爆弾は同じなんじゃないかなというふうに思われます。それがすごいやっぱりトキシックだというふうに。ここで出てきた劣化ウラン弾という言葉について簡単に説明します。劣化ウランとは核燃料などに使われるウランから核分裂を起こしやすい成分を取り除いた後に残る非常に重い金属です。その重さを利用して戦車などの硬い装甲を貫く弾に使われることがあります。劣化ウラン弾は軍事的には強い貫通力を持つ兵器です。一方で使用された後に粉塵や残留物として環境中に残る可能性があり、土壌や空気、水などへの影響が懸念されてきました。また、ファルージャでは2004年の攻撃で白リン弾が使われたことも大きな問題になりました。白リン弾は煙幕や照明などの目的で使われることもありますが、非常に高温で燃えるため人体に深刻な被害を与える兵器です。さらに戦争では爆弾や砲弾、不発弾、燃やされた廃棄物、破壊された建物から出る有害物質など様々なものが環境に残ります。つまり兵器はその場で人を殺傷するだけではありません。使われた後も
土地や水、空気、そして人々の健康への不安として長く現地社会に残り続けることがあります。ファルージャで問われてきたのはまさにこの問題です。アメリカ軍の軍事作戦が終わった後もそこで使われた兵器や破壊の影響を現地の人々が長く背負わされてきたのではないかということです。ファルージャでは現地の医師たちが先天性疾患を持つ子供たちのデータを集め続けていました。しかしそのデータや現場の声が十分に受け止められてきたとは言い難い現実があります。高藤さんと現地の医師であるドクター・サミラが当時の調査とその後の悔しさについて語ってくれた場面があります。今一緒にいるこちらの方はどういった関係の方でしょうか？ドクター・サミラと言いまして、フィジシャン内科医の先生なんですけれども、ファルージャ総合病院で働いていらっしゃいまして、一緒に先天性欠損症の調査をさせていただいておりました。2013年に特に私はファルージャ総合病院に住み込みで、そこでその調査をドクター・サミラが中心となってそういう調査をしておりましたので、毎朝その分娩室に行ったり NICU で、そこでドクター・サミラがもう全部パソコンの中にその一人一人のデータをずっと通り続けて何年もいたんですね。そういう大変お世話になった先生です。私も高藤さんが出演された映画を見て、その先天性欠損症の子供たちの映像とかも見て、ちょっと目を覆いたくなるような子供たちの映像とかもあったんですけど、やっぱりそういうのを現場で見続けられたのは本当に大変だったと思う。大変、もうちょっと私が言うとね、なんかちょっと薄っぺらくなっちゃいますけれども、本当にそうね、そういう子供たちと毎日接しているのもそうだし、それを一生懸命ドクターとかがそのデータをね集めて、ですごい詳しいデータを作ってどんどん蓄積していって、でそれをもとに論文を書いたりとかいろいろ訴えたりするんだけれども、それがちゃんと目を向けてもらえないとか、そういったところがまた悔しいんですよね。ドクター・サミラたちのすごい努力で、当時のその院長先生もすごくサポーティブだったから本当にたくさんの調査ができたんですよ。でもそれを結局その保健省とその WHO とかがその調査をするんだけれども、なかなかその結果っていうのがね、ちゃんと向き合ってもらえない、見てもらえない、あるいは改ざんとまでは言わないけれど、その結果は結局因果関係はありません、健康被害はありませんっていう結論にされてしまったりとか。でも内容としてはもう保健省の人たちも、いやこれは本当に健康被害になるよねっていうような内容、もう健康被害の証拠を見つけたぞぐらいの感じで言ってたのに、最終的に出てきたのは健康被害はありませんっていうものだったっていう。だからいつもと同じような結果になっちゃったっていうね、それはすごくがっかりしたしね。今先生がそのファルージャもすごい安定してきているっていうふうにおっしゃっていましたけれども、一方でそのね、さっきもインタビューでありましたけれども、その米軍が使った兵器と因果関係が完全に証明されて、それが問題が追及されて解決に向かっているっていうわけではないじゃないですか。ということを考えると、ある意味今も世界で戦争が起きていて、同じような兵器が使われる可能性があるってことを考えると、本当に現在進行形でまだ続いている問題というふうにも捉えられますよね。本当その通りだと思います。兵器っていうのはただそこで本当に血を流して人が死ぬだけではなくて、本当に環境の汚染がすごいんですよね。大気汚染もそうだけど、土壌の汚染、これは食べ物に直結してくるし、体内に取り込む、直接的に取り込んでいくことになりますので、やっぱりその戦争の後っていうのはそういう健康被害の問題っていうのは必ず出てくると思います。今回はそのイラクの取材を通じて、イラクは戦争っていうものが過去の歴史になりつつあるっていうことを今感じてはいるんですけれども、一方でやっぱイラクの戦争っていうものを一つの本当に教訓にして、今世界で起きている戦争と向き合っていくっていうことが、本当にこの動画を見てくださる皆さんにも考えてほしいことだなと思いますね。本当にそう。この話から見えてくるのは、戦争の被害は爆撃の瞬間や壊れた建物、亡くなった人の数だけでは捉えきれないということです。戦争が終わった後も土壌や水への不安、子供たちへの影響をめぐる懸念は残り、現地の医師たちは調査を続けてきました。しかし、そうした現実は爆撃や戦闘の映像と比べるとなかなか報じられません。では、なぜ戦争の後遺症は見えにくいのでしょうか。大きな理由の一つは、ニュースが多くの場合点で伝えられるからです。戦争が始まった、大規模な攻撃があった、街が制圧された、軍隊が撤退した、こうした出来事は大きく報じられますが、その間で人々が何を経験し、戦後に何を背負って生きているのかはなかなか見えてきません。爆撃の瞬間は映像になります。建物が壊れる場面もニュースになります。しかし、
戦争から何年も経った後に病院でデータを集め続ける医師や汚染への不安と向き合う地域の人々の姿は同じようには報じられません。そこを見なければ戦争の被害は十分には理解できません。これはイラクだけの話ではありません。今世界各地で空爆や地上戦が行われ、都市が破壊され、様々な兵器が使われています。私たちはニュースでミサイルが飛ぶ瞬間や建物が爆発する映像を見ることがあります。しかし、本当に考えなければならないのはその後です。爆撃が終わった後、誰がその瓦礫の横で暮らすのか、不発弾が残った土地で誰が子供を育てるのか、汚染されたかもしれない水や土壌と誰が向き合い続けるのか、報道がなくなった後もそこで暮らす人々の生活は続いています。だからこそ私たちは戦争が起きた瞬間だけではなく、その後に現地社会へ何が残されるかまで見続ける必要があります。戦争を始めた側はいつか撤退できます。軍隊は国へ帰ることができ、政治家は次の外交課題へ進み、メディアも別のニュースへ移っていきます。しかし、攻撃された側の人々はその土地から簡単には撤退できません。ファルージャの集団墓地、ファルージャ総合病院で語られてきた子供たちへの不安、そして戦争で何が使われ、何が体や環境に残ったのかという問いは、戦闘が終わった後も現地に残り続けます。もちろんイラクの苦しみを全てアメリカだけの責任に単純化することはできません。イラク国内の政治や武装勢力の暴力、イスラム国の残虐行為、周辺国の介入など、イラクを苦しめてきた要因は複雑です。しかし2003年にアメリカが始めたイラク戦争とその後の占領がイラク社会に極めて深い傷を残したことは避けて通れません。戦争を考えるとき、私たちは勝った、負けた、政権が倒れた、軍が撤退したという言葉だけで終わらせてしまいそうになります。しかし報道がなくなった後もその土地に生きる人々の生活は続いています。彼らが何を背負うことになるのか、戦争の後遺症を誰がどれだけ長く引き受けることになるのか、そこまで見なければ戦争の本当の意味は見えてきません。皆さんはイラク戦争が現地に残した後遺症についてどのように考えますか？そして今世界で起きている戦争を見るときにもこの視点は必要だと思いますか？ぜひコメント欄で皆さんの考えを聞かせてください。今回の動画で紹介したファルージャの取材の詳細は過去のイラク取材シリーズでも公開しています。この動画だけでは伝えきれないイラクの人たちの顔があります。ぜひ現地取材の動画も合わせてご覧ください。概要欄に再生リストを掲載しておきます。私が運営するオンラインサロンシナジーでは YouTube では話しきれない海外取材の裏側や現地で見聞きした小さなエピソードもメンバー限定でシェアしています。過去には今回のイラク取材で案内役をしてくださり、イラクで20年以上支援活動を続けている高藤直子さんをお招きして現地の状況について学ぶ勉強会も開催しています。ニュースだけでは見えない現地のリアルを知りたい方、私の海外取材や発信活動を応援したいと思ってくださる方、ぜひシナジーに参加していただけたら嬉しいです。少しでも興味があれば概要欄のリンクからホームページをご覧ください。皆さんのご入会心よりお待ちしております。これからもハラカンタンチャンネルでは大手メディアの報道だけでは見えてこない現地の声や世界の問題がどのようにつながっているのかを分かりやすくお届けしていきます。今後も一緒に学び続けてくださる方、まだチャンネル登録がお済みでなければぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。